こんにちは、猫爺です。今回はグリーンヘルで最も死にやすい気絶ループが起こる原因と対処法を解説していきたいと思います。ここでの気絶ループとは、一度気絶したのを原因として何度も気絶を繰り返している間にライフが削られきって死に至る状況を言います。直接の死因の多くは細菌感染及びそれによる発熱です。実際どういう経過でどんなことが起こるのか見ていきましょう。拠点の1階で作業していたところ、ジャガーのうなり声がしたので急いで2階に上がりました。危ないとこでした。無傷で逃げられたものの、寄生虫と栄養失調でスタミナは最低ライン。しかも汚れで飲食しづらい状況でした。一つ目のポイントとして、栄養失調、睡眠不足、外傷などでスタミナ上限が減っていると気絶ループに入りやすくなります。その後、ジャガーの姿が見えなかったため、攻撃できる場所を探して無駄にうろうろしてしまいました。気絶ループに入らないためのポイントその2としては、攻撃されることのない場所にいる場合、放置すると即死する状況、例えば大出血してるとか、毒が回ってるとか、餓死寸前だとかでない限り、気絶しそうなほどスタミナが減っているなら、ベッドで寝るのが最優先です。ベッドがない場所にいるなら、急いでベッドを作りましょう。ベッドを作るだけのスタミナが残ってないなら、ベッドなしでもいいので、とにかく気絶する前に自分で寝るのが大事です。寝てスタミナを回復させられれば、気絶するまでの間にいろんなことができる余裕が作れます。ただし、寝ている最中に上段のライフがぐんぐん減り出したときは、途中で飛び起きてその原因を取り除いてください。ライフが減り続けているときに寝ていると死にます。今回の場合はギリギリでベッドに向かい寝ようとしたんですが、コンバットモード中だったためにセーブすることも寝ることもできませんでした。いつ頃変更されたのか知りませんが、戦闘中は寝たりセーブしたりできなくなったようですね。このメッセージは初めて見たのでびっくりしました。そしてそのまま力尽きて気絶しました。気絶すると基本的に両腕の皮膚の下に虫が入り込みます。魚の骨、エイのトゲ、骨の針などで虫をえぐり取って包帯で処置してください。骨の針は骨を収集すれば手に入ります。包帯は何でも巻けますが、化膿を防ぐためにできれば灰の包帯で巻くのが安全です。灰の包帯はキャンプファイヤーの灰と包帯を組み合わせて作ります。キャンプファイヤーの灰は木炭を収集すると手に入ります。処置が終わって虫眼鏡マークがなくなったら1秒でも早くベッドで寝ましょう。2回目の気絶をする前にしっかり寝ることが大事です。ここでセーブする場合は、空きスロットがあるなら別スロットで保存すると、この後立ち直れなくなった場合にゲームオーバーにならずに済みます。動画の立ち回りは悪い例で、寝ることよりも栄養補給を優先しています。また、完全に欠乏している炭水化物ではなく、半分残っている脂質補給源のブラジルナッツを割っています。本来ならキャンディーバーまたはスナックで炭水化物を補給してライフを戻すべきでした。ただ、気絶しかかっている時に調理した新鮮な食材を食べるのは、ある意味間違いではありません。不足している栄養を補うことで、ライフを増やすことができ、
補給したエネルギーによってスタミナも補充できるからです。この立ち回りの一番の問題点は、ブラジルナッツを割った時点で、また虫眼鏡マークが表示されて発熱が始まっているのを見落としていることでしょう。虫眼鏡マークと発熱が同時に出現したということは、先ほどの虫の傷が化膿したことを表しています。それに気づかずのんびりしていたことで、2回目の気絶に突入します。気絶後なので、当然両腕に虫が入ります。左腕は気絶前から化膿していたため、それが優先されて化膿したままになっています。化膿した場合は、傷にウジ虫を乗せると、ウジが膿を食べてくれます。右手は虫食い状態なので、針で取り出して包帯を巻いておきます。肺の包帯が品切れですね。代わりの包帯を作る前に発熱しているので水を補給します。今にも倒れそうなので、肉でエネルギーを補給してスタミナを稼いでいます。ステータスが賑やかですね。左から寄生虫、栄養失調、手足の外傷、発熱、体の汚れ、寝不足を表しています。こんなのがね、賑やかでもちっとも嬉しくないですね。両腕ともに包帯が必要な状況なので、肺の包帯を2つ作りました。早速右腕の傷に肺の包帯を巻きます。おや？虫眼鏡マークが消えませんね。右足も虫にやられていました。ここも針で取り出して肺の包帯を巻きます。スナックを食べたことで炭水化物が補給されて栄養失調のマークが消えました。睡眠不足と発熱を解消するため、ライフの状態を確認しながらゆっくり長時間寝ます。左腕の膿はウジ虫が全部食べてくれたようです。肺の包帯は品切れなので、別の包帯を巻いて保護しておきます。虫眼鏡マークが消えません。どうやら今度は右腕の傷が化膿したようです。ここにもウジを乗せて膿を食べてもらいます。ウジ虫は森に落ちている動物の死骸から取ることができます。また、腐った肉類を収集することでも手に入れることができます。水分と炭水化物が足りないようです。発熱時は体内の水分が大量に失われます。非常時に備えてたくさんの飲み水を用意してあると、こういう時に役立ちます。それと困った時にプランターがあると便利です。炭水化物不足対策で屋上にバナナを植えていたのが役立ちました。バナナの種はバナナの実を収集することで手に入ります。実を収穫した後に動物の糞を補充しておくとまたすぐ実ってくれます。炭水化物は十分に取れました。屋上農園で育てるものとしては、炭水化物補給用のバナナと、薬草補充用のタバコやギボウシ、食中毒対策の紫色の草、発熱対策のアメリカニガキなどがおすすめです。
おや、虫眼鏡マークが出ました。どうやらウジ虫の仕事が終わったようです。手元に残っていたタバコの包帯で巻いておきますか。タバコの包帯は解毒作用があるので、通常は毒の怪我に巻くものです。大量にあった包帯がだいぶ減ってしまいました。また補充しなきゃいけませんね。なんて思いながらアイテム整理をしていたら、また虫眼鏡と発熱マークが現れました。右腕の傷が再び化膿したようです。さっきと同様に傷虫にウジ虫を乗せて処置します。その後、熱はあるけどスタミナもあるので、外作業をしていたら、また虫眼鏡マークが出現しました。右手の化膿が悪化したんでしょうか。発熱が一気に6になりました。確認してみたところ、他の手足には問題はないようです。右腕の見た目に変化はなく、処置中のため他の処置をすることもできません。何らかのバグでウジ虫の表示が消えてなかったんでしょうか。とにかく尋常な熱ではないので、水分をとって寝ることにします。グリーンヘルは長く遊んでいますが、発熱6なんて今まで見た記憶がありません。ライフ上限がどんどん減っているので、一度起きて水分を補給します。安全に熱を下げるにはひたすら寝るに限ります。発熱4まで下がりました。これ以上寝続けると栄養失調に陥る可能性が出てきたので、寝て治すのもそろそろ限界です。さすがにバナナはまだ実ってませんね。早く実るように肥料を持って屋上に上がります。肥料の補充は簡単で、植木の根元に入れてやるだけです。これで実の生育が早くなります。最後の手段として発熱の特効薬であるアメリカニガキを使うことにしました。これも非常用のため屋上に植えてあります。原住民の火起こしで種火を作っています。ちょっと足を使って変わった感じの火起こしですね。鍋を置きます。水持ってないので、こっちに行かないと組めませんね。ということで、回り込みました。水はね、水筒の中に残っていると組めないので、一回捨てて、組みます。はい。汲んだ水を鍋に入れました。綺麗な水なので、沸騰を待たなくて大丈夫ですね。鍋にさっき屋上で取ってきたアメリカニガキを入れて煎じます。アメリカニガキの煎じ薬は発熱を15下げてくれる特効薬です。どんな高熱でもこれ1杯で完治できます。これで熱による衰弱の心配はなくなりました。ちなみに以前であればアメリカニガキの花を持ち歩いていればいつでも簡単に煎じ薬を作れていたんですが、いつかのアップデートで長く持ち歩いた花は乾燥してしまい、煎じ薬にできなくなりました。なので今は家にアメリカニガキを植えて、いつでも新鮮な花を取れるようにするのが安全策だと言えるでしょう。それにしても腕の傷が未処置扱いで、いつまでも治りそうにありません。完全にバグってますね。ゲーム内で丸1日様子を見たんですが、治る気配がなかったので、
一回セーブしてロードし直したところ、やっと治療済みとして認識されるようになりました。もう一度最初からまとめますと、まとめ1、栄養失調、睡眠不足などで弱っていると、気絶ループにはまりやすくなります。まめに食べて、飲んで、寝て、万全な体調を維持しましょう。まとめに、処置の優先度は外敵の排除、大出血、毒、極度の栄養失調の次は寝ることです。虫に食われてもいいのでとにかく寝て、スタミナ上限を上げることが気絶ループから脱出する鍵になります。まとめ3、非常時に備えて備蓄をしましょう。肺の包帯、タバコの包帯、飲み水。擬宝紙または痛み止めを持ち歩くと大抵の緊急事態に対応できます。また、拠点には大量の飲み水、予備の包帯、スナックや缶詰などの腐らない食料、ウジ虫やアリなどの治療用の生物、蜂蜜の包帯、アメリカニガキの鉢植え、骨や木炭、痛み止めのストックなどがあると、いざという時の助けになります。今回可能した傷にウジ虫を乗せて治療しましたが、蜂蜜の包帯で巻けば再発もせず一発で治ります。発熱も痛み止めを飲めばあっという間に治ります。数に限りがありますが、そういう高度な薬はいざという時使えば助けになってくれるでしょう。以上、今回は気絶ループとその原因や対処法についてお話しいたしました。このチャンネルではこれからも役に立つ情報をお送りしていく予定です。よかったら高評価やコメント、チャンネル登録などいただけると動画を作っていく励みになります。また、質問や困っていることなどリクエストがありましたらお気軽にお寄せください。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたグリーンヘルの動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。